初言、ウィングガンダム、形式番号 XXXG01W、頭頂高 16.3 メートル、重量 7.1 トン、装甲材質、ガンダニウム合金、武装、バスターライフル、ビームサーベル ×1、バルカン ×2、マシンキャノン ×2、シールド、搭乗者ヒーロユイ、機体解説、L1 コロニー軍出身の技術者ドクター J が、同僚たちと開発していたウィングガンダムゼロのデータを参考に完成させた機体。形式番号は XXXG01W。パイロットはドクター J の英才教育を受けた少年工作員ヒーロユイが務め、地球圏統一連合に対する一大テロ作戦オペレーションメテオに投入される。本機はウィングゼロの設計思想が最も強く反映された汎用機であり、高速飛行形態、バード形態への変形機構や耐火力武装のバスターライフルなどに共通項が見出せる。ただし、技術的な問題点を持つインターフェース、ゼロシステムやその他過剰とされる部分は撤去され、パイロットのヒーローの技量によって不足分を補っている。本機の機動性の大半はバックパックに接続された一対のウィングユニットに集約されている。このユニットは単純に揚力を発生させるのみならず、翼の分割されたパーツを稼働、変化させることで機体の空力特性を適宜変化させ、失速から極超音速飛行までに至るあらゆる速度域に変化させることが可能。宇宙空間においても質量移動、アンバックや内蔵されたバーニアスラスターを併用した高い姿勢制御能力を発揮する。この機動性に加え、さらにバード形態に変形することで機動性と行動範囲が拡大し、他のガンダムを上回る作戦行動が可能となる。胴体中央に配置されたサーチアイは頭部のカメラアイでは収集できない映像や電波情報も捕捉可能としている。膝裏には高い走力を発揮するレッグスラスターが配置され、バード形態時の推進機としても機能する。コックピット。コックピットは周囲をリニアフレームで覆った球状のカプセル構造となっており、機体頭部と同じ向きに旋回する方式をとっている。オズ製のコックピットとは異なり、衝撃の緩和機能を備えたフローティングコックピットとなっている。他の4機のガンダムも基本的な構造は同じであるが、シートやグリップの位置などにそれぞれ個体差が存在する。座席は少年の体格に合わせて作られているため、大人は搭乗できない。バード形態。各スラスターのベクトルを後方へ集中させた高速飛行形態。変形は全自動で行われ、空力特性が変化する。AC の世界では航空兵力として戦闘機が現役であり、MS を飛行専用とした場合、エアリーズのように攻撃力が低下する機体も見られた。本機の場合はバード形態を併用することで戦闘機と MS 双方の機体特性を獲得することに成功している。変形後の戦闘力は従来型の戦闘機をしのぎ、大気圏突入も可能となる。バスターライフルは機種、シールド先端に装着され、その状態での発砲も可能。武装。バスターライフル。ウィングゼロのツインバスターライフルを元に開発されたビーム砲。オリジナルのツインバスターライフルは機体本体からエネルギーを供給する方式を採用しているが、本兵装の場合はエネルギーを物質化寸前まで縮体化させて詰め込んだ専用カートリッジを重心に3機装着して、折り弾数は3発となる。戦艦の主砲クラスと同等の威力を発揮する。出力もツインバスターライフルの半分以下に抑えられているが、最大出力射撃時のエネルギーは中規模都市の1日の消費量にも相当し、車軸を中心とした周辺の大気を一瞬にして電離、イオン化させ、半径150メートルに及ぶ激烈なプラズマ火流と数十キロメートルに及ぶ灼熱の本流を巻き起こすほどの威力を持つ。また、このビーム自体が複合的な層を持ち、高速で貫通力の高いビーム体を中心に低速で破壊力の強い粒子束がさらに貫通する。バード形態を併用した本機の機動性と合わせれば、戦略兵器としての運用も不可能ではない。エネルギー経路がカートリッジで完結しているため、規格の異なる別の機体でも使用可能な利点を持つ。ビームサーベル。シールドに1機格納された接近専用武装。耐久性に優れたガンダニウム合金製部材を採用することで、
水中でも一切減衰しないほどの高出力を発生させる。抜刀時はシールドが中折れし、グリップが露出する。バスターライフルの弾数が制限される。本機にとって重要な攻撃武装となる。バルカン砲、頭部に2機内蔵された機関砲。主な用途は牽制や対人砲併用としての使用となる。発射速度は速いが、静射した際はマシンキャノンとともに1分も経たずに弾切れとなる。マシンキャノン、両肩に2機内蔵された機関砲。中近距離用の兵装で、内部はドラム構造であるため連射ができる。バルカンより大口径であり、同じく牽制に使われるバルカンと併用するケースも多い。シールド、バード携帯時の機種を兼ねるガンダニウム合金製シールド。バード携帯時は先端にバスターライフルを接続する。先端部は鋭利で、そのままラトツ武器としても使用される。シールド中央部は前後方向に中折れ式の構造となっており、内部にビームサーベルのグリップを1機格納している。活躍、地球降下中にゼクスマーキス率いる MS 部隊と交戦し、エアリーズ2機を撃破するも、ゼクスが蒸気のリードを組みつかせたまま乗り捨てるという策にはまり、海溝に沈められる。ヒーロはオズに回収される前に破壊を試みるも失敗。デュオマックスウェールやハワードたちの助力によりヒーロの手に戻り、各地を転戦する。シベリアでの戦闘でレディアンがバルジでコロニーを攻撃すると脅しをかけてきたことで上層部が降伏。それに伴いヒーロの手で自爆させられるが、ヒーロとの決着を望んだゼクスの意向により、構造のよく似たトールギスの予備パーツを組み込み、マーキス隊の技術者たちの努力の結果、ほぼ完璧な形でレストアされる。南極でのヒーロとゼクスの決闘では、ゼクスの過ぎた施しに戦意が鈍ると思ったヒーロはガンダムヘビーアームズを使用し、機体を交換する形でトロワバートンが登場した上で、南極の基地に差し向けられるロームフェラ財団の MS 部隊襲撃に備えた。その後ヒーロは宇宙に上がる際に目立ちすぎるという理由から本機を海底に遺棄するが、サリーポーによって回収され、地球帰還後のサンクキングダムにおける戦闘で再び登場する。直後のルクセンブルク戦で損傷放棄されたところを世界国家軍に回収され、ムー2決戦時にはそれまで意識不明だったレディが乗り込み宇宙へ飛び出す。そしてリーブラの主砲の車線上に立ちはだかっていたトレーズのトールギス2をかばい大破、放棄される。チャンネル登録、高評価お願いします。